盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回は日当たりの悪いところで盆栽のその水やりの回数は変わりますかというね、視聴者さんからのご質問いただいたんです。それにお答えしようかなと、そういう回にしておるんですが、その前にちょっとお時間いただきます。ついこの間からね、無料のメール講座を始めました。で1ヶ月、今日の撮影時点ですけども、1ヶ月ちょっとやっても500名ぐらいの登録をもういただいております。で全て無料で、メールアドレスだけあればもう概要欄からねすぐ登録できるようになってますんで、この動画をご覧いただいてからすぐ登録してみてください。だいたい何日か定期的に40通以上ぐらい届きます。でそれの専用のね動画も20本以上撮りました。より分かりやすくするために。でそのメールにしたのも僕が喋ってね時々とちるとこもあるんですけども、無料のメールとなったら綺麗にね文章を直しておりますので、なお分かりやすいかなと思います。はい、ではちょっと長々と宣伝させていただいたんですけども、本題に戻ります。日当たりの悪いところでは水やりの回数変わりますかというご質問だったんですけども、これお答えから先すると水やりの回数は変わる場合がほとんどです。例えば今日8月初旬なんですけども、今ぐらいだったらちょっと手元にね盆栽があるんですけど、これぐらいの盆栽、こんなんとかね、かなり小さいですよね。こういうのはもう大体多分1日に3回ぐらい水やりがいります。で今撮影してもらってる周りこの感じ、何にも障害物ないんですね。これぐらいで3回ぐらい、もう朝から晩までうち結構日当たりなんで結構太陽が照りつけてね乾きやすい状態ではあります。でこういう状態だったら3回、水やりが必要な子で、例えば、ずっと一日中何回日当たりが悪いたらひょっとしたら2回になるかなと。でも1回はちょっと少ないかなみたいな、やっぱ気温が高かったりすると、夏に限らずね例えば春秋でもこの子らひょっとして2回ぐらいいると思うんですけど、それが1回に減るとか、もしくは、2日で3回になるとかね、1.5 日に1回みたいな、1日に1回じゃなくて 1.5 日に1回とか、そういう感じだったりとか、やっぱりこんだけカンカン照りでの水やりと、それで最高気温30度以上になったら小さい乾きやすい子は3回ぐらいいりますよっていう過去動画で言ったこともあるんですけども、日陰、どれぐらい日陰かにはねなかなかもう皆さんのお宅のその棚場事情でも全然違うんですが、そこは日当たりが悪いと回数は減るとは思ってください。同じではないです。はい、で減る場合で、例えばどこの回数を減らすか、何が言いたいかと言いますと、朝昼晩とね1日あったとしたら、どこの回数を減らすかとなったら夜を減らしましょう。なるべく朝一はしっかりやりましょう。で3回やる子を2回にするんでも朝やって次昼過ぎにやるとかで、もう夜は基本ね水いらないんでね、で朝までどうにか持ってもらったら大丈夫かなと。これを朝やらずに夜ばっかり重視でやるとね、必要のないとこばっかり水がいるようになって、今度有名なね根腐れというね悪い症状が出る可能性があるんで、朝だったらやっぱ冬でも根腐れもそんなないですけど、とりあえずね朝は少々湿ってても、皆さんお仕事行くのが、朝だったりする方は、湿ってても朝は無理やりでもやっときましょう。で晩は乾いてたらちょっと足すぐらい、もうしっかりもやらなくてもいいぐらい、朝まで持てばいいなぐらいで、そんな感じで思ってください。日当たりが悪かったらそういう乾いてない場合も多々あると思います。とにかくね、ただ水やりの回数って難しいんでちょっと前後しますけども、ただもう僕いつも言ってるんですけど、日当たりが悪くてもやらなさすぎよりかはやりすぎの方が絶対マシです。もう不安だったらとりあえずやっとってください。ただ日当たりが悪いと回数が減るぐらいに思っとっていただければと思います。はい、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。